日本一ヘビにモテモテな男、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのこんな飼い主は嫌われてしまうよというお話をヘビにモテモテの私がさせていただきたいと思います。ボールパイソン好きだっていう方すごく多いと思うんですけれども、大事なことはボールパイソンにも愛されることですね。人間関係と同じ愛している人にきちんと愛されることやっぱり大事じゃないですか。こういう飼い主をボールパイソンは実はちょっとね苦手だなと思っていることをお話ししたいんですが、一つは触りすぎの飼い主をボールパイソンはなかなか愛してくれません。なんでかっていうと、ボールパイソンって犬とかと違って触ってもらうことで安心したり、触ってもらうことで愛を感じたりする生き物じゃないんですね。基本的には触らない、見ている、そっとしておいてあげるのが一番だったりします。とはいえ多少はね、やっぱりこうやって「おいいいね、つやつやだね」みたいなのをやりたいと、程よくするといいかなと思います。あんまりベタベタ触ってグニグニ触って「あー」みたいなのやると、嫌われてしまうかなと思うので、触りすぎは嫌われちゃうよっていうことがまずお一つ。こんな飼い主はボールパイソンに嫌われてしまう。その2番目、空気読めない人。空気を読めない。僕も散々言われて育ちましたけど、空気は温度とか湿度って言い換えてもいいかもしれません。ボールパイソンは28度から32度ぐらいで飼育してあげてくださいね。湿度は50% 前後、40から 60% ぐらいで飼育してあげてくださいねというふうに、いつもお話をしているんですけど、場合によってはですね、その数字、その空気の実現が難しいというか、あんまりその自分の体質に合ってないという人間のホモサピの方もいると思うんですが、いや自分もっとね寒い方がいいんだ部屋の中はとか、いや自分はもっと暖かくないとダメなんですっていう人いると思うんですが、ボールパイソンにとっての最適っていうのは、さっきお話ししたように28度から32度ぐらいのケージ、40% から 60% ぐらいの湿度が良い空気なので、それを提供してあげることで愛されるし、そこからちょっと逸脱するとね、なんだこの飼い主と、なんだこの絵はと、納得がいかんと、もう愛してやらんと思われてしまうかもしれません。空気を読めない人はボールパイソンにもモテない、きっと人間にもモテない。ボールパイソンに嫌われてしまう飼い主、3つ目の特徴は浮気な人。基本的にですね、匂いと温度で餌とか、自分の位置とかを把握したり、位置っていうかその立ち位置、たくさんの匂いがあると興奮するわけですね。他にもご自宅にネズミ系のペットがいたりすると、彼らは餌の匂いとして興奮してしまうから落ち着かなくなるわけですね。で落ち着かなくなって、落ち着かない状態でずっといてしまうと、もうご飯いらないみたいになっちゃったりするんですね。だから浮気なというか、ボールパイソンも好き、犬も好き、猫も好き、鳥も好き、ネズミも好き、虫も好き、人も好き、カエルも好き、オオサンショウウオも好き、キリンも好き、ゾウさんも好きみたいな家だと、私今どこにいるんだろうみたいな、敵もいるし餌もいるし、なんかもう落ち着かなくてやだわって疲れてしまうと思うので、ベストはね、本当のベストはボールパイソンだけがベストだと思いますけど、いろんな生き物を飼いたいという気持ちすごくよくわかりますし、僕の友人にもお客様にもいろんな種類と一緒に飼っている方たくさんいますけれども、生態を好みを無視しすぎて浮気しすぎるとちょっとね、もういいわプイーとなってしまうかもしれません。ボールパイソンに嫌われてしまう飼い主の特徴は、構いすぎ、空気読めなすぎ、浮気しすぎ、この辺かなと。人間と一緒ですね。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの嫌われてしまう飼い主の特徴についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。